皆様こんにちは。今回は今流行りのミラー型ドライブレコーダーのデメリットである後付け感を完全になくした車を買った時から元から付いている鏡の純正ミラーを丸ごと外して交換する画期的で比較的コスパのいいミラー型ドラレコをご紹介します。今ドラレコを買うなら昔からあるカメラだけのドラレコじゃなく最近だいぶ人気になってきている電子ミラー機能のあるタイプを買いたいなと思ってオートバックスに実際に見に行ったらお店に置いてるドラレコが純正ミラーの上から被せるタイプで後付け感丸出しの見た目と本体から大量に出る配線のせいでなんか見た目微妙やなと思った方多いと思います。そこで今回紹介するミラー型ドラレコは純正のミラーを根元から丸ごと外して車種専用の取り付けステを使うことで見た目がだいぶシュッとしてケーブルが全く見えない、あたかもメーカーの純正オプションかなと思えるぐらい見た目がいいやつになります。また純正交換タイプになるので被せるドラレコだと本体の重みで走ってると徐々にミラーの角度がおかしくなったりしますが、振動で角度がずれないので取り付けてからの運転がだいぶ快適になります。それではまず簡単にミラー型ドラレコのいいところを紹介すると、車の後ろに貼り付けた一度に広範囲を撮影できる広角カメラの映像をモニターに映すので、昭和からある鏡では絶対に見えないサイドミラーに映らない範囲まで見れるようになって、後部座席とトランクにどれだけ荷物積んでても全く関係なく後方視界が確保できるメリットしかないものになっています。そもそも純正の鏡では見れる範囲がこれぐらいで、ミラー型ドラレコにするだけでここまで視界が広がるので、普段後方視界が悪いスポーツカーや軽トラに乗っているとデジタルミラー使うだけで人生だいぶはかどると思います。特に荷物大量に積み込んでる軽バンとかにつけると快適になると思います。それでは早速今回レビューするミラー型ドラレコがこちら。マックスウィンから出た最新モデル。箱を開けると説明書、ミラー型ドラレコ本体、ステッカー、車のヒューズから電源出る駐車監視ケーブル。これ結構別売りのメーカー多いのでありがたいポイントですね。あとはフロントとリアのカメラ。よくミラーとカメラが一体型のやつありますが、これは完全セパレート。別々で取り付けるタイプなので、ミラーの角度を変えたらカメラの画角も変わるとかはないです。あとは取り付けに使うパーツとかリアカメラ用の長めのケーブルが入ってますね。僕が前に使ってたミラー型ドラレコは同じメーカーマックスウィンの上位モデルで、正直ドラレコ以外の安全支援機能が大量についてて、その分お値段も約7万円ぐらいと正直まあまあ値段してたんですが、今回の最新モデルは上位モデルと比較すると機能は必要最低限のシンプルになったけど、その分だいぶ安くなってフロントカメラの画質も 2K になって3万円台で購入可能になりました。純正交換タイプの一番の特徴である取り付けステーは車種ごとで用意されていて、自分の車に合うものを別で買ってください。概要欄に自分の車のステーがあるかどうか確認できるサイトを載せておきますので、買う前に活用してください。それでは早速車に取り付けてみますと言ったんですが、取り付けがちょっと不安でヒューズ電源の取り方とか専用の工具もなかったので、最近よく話題でニュースになってるバディカっていう中古車販売の会社とサービスの提携を組んだ出張整備サービスをやってるセイビーという結構新しい会社のサービスなんですが、今回はそこにお願いして取り付けてもらいました。そのセイビーに出張ドラレコ取り付けをお願いすると、合格率 20% ぐらいの厳しい審査に通過したプロの整備士が家や職場まで来てくれて、家の前や会社の駐車場またはパーキングでドラレコを取り付けてくれるので、わざわざオートバックスまで行ってそこで取り付けが終わるまで3時間ぐらい待つのがだるい人は出張取り付けだいぶおすすめですね。前後ミラー型ドラレコ取り付けでもオートバックスと同じぐらいの料金で間違いない整備のベテランが家まで来てくれて、取り付けが終わったらピンポンもしくは電話してくれるのでめちゃくちゃ便利でした。日本であればほぼほぼ全国カバーしてるので忖度なしにおすすめですね。ちなみに取り付けの時に気をつけたいのが、こちらのドラレコの電源はヒューズから取るタイプで、接続する端子がミニ平型になってます。僕が乗ってる車のスイフトはミニ平型ではなく低配ヒューズなので、端子の先を付け替える必要があって、電装系がわからん人は絶対にプロに丸投げした方が安心です。セイビーで出張取り付けをお願いして、プロが端子の先を付け替える様子を横で見てましたが、全然何やってるかわからんかったんで、 YouTube の取り付け動画見たからいけるみたいな軽いノリでやったら多分後悔しますね。セイビーさんに頼むとその先端の交換も料金に含まれているので、ドラレコ買ったけどヒューズの端子が違ってたので付けれなかったみたいなことがなくなるのでだいぶ安心できます。ってことで取り付けも終わりましたので、早速車についたドラレコを見ていきたいと思います。フロントとリアのカメラはミラーとは別で貼り付ける感じで、こんな感じでだいぶコンパクトです。カメラとモニターが一体型になっているものだと
セーフティー機能のセンサーが邪魔で綺麗に映らないとかあるんですが、今回のものはセパレート式なのでセンサーを避けて取り付けが可能です。また貼り付けた後でもカメラの角度調整ができるので、見えやすい画角に後から調整することもできます。これはリアも同じですね。前に使ってたモデルと比べるとカメラがだいぶ小さくなったので、前よりシュッとしてますね。あとドラレコ取り付けの時にあると結構邪魔な、だいたいダッシュボードの端に貼り付ける GPS 単体のパーツ。邪魔なパーツはこちらのモニターの中に内蔵されているので、ダッシュボードの上がスッキリします。ちなみに前使ってた上位モデルには GPS パーツが付いてたので、ダッシュボード上に貼り付けてました。ミラー型ドラレコ本体はこんな感じ。上から被せるタイプにある配線多すぎる問題がなく、ステーの中にうまいことケーブルが通っているので、後付け感が全然ないと思います。モニター自体も結構シンプルで、モニター裏にスピーカー、モニターの上にマイクロ SD 入れるスロット。これだけなんでだいぶシンプルです。ドラレコによくあるボタンは一切ないですね。モニターのサイズは横に27センチと大きく 9.88 インチの高解像度 IPS ディスプレイで、ディスプレイは結構明るめですね。見た目の話はこれぐらいにして、早速皆さんが一番気になる走行映像をお見せいたします。まずは昼の走行映像から。こちらがフロントカメラ。これがリアの映像。フロントカメラは200万画素の 2K 撮影ができているので、かなり綺麗に撮れてると思います。リアは 2K ではなく 1080p の HD ですが、普通に綺麗に撮れてるかなと思います。こう並べてみると、フロントの 2K の方がより綺麗なのが見えると思います。2K 撮影ができるようになったので、前使ってた上位モデルよりも映像が綺麗になってる感じがしますね。最新モデルなんで、前使ってたやつよりもカメラの性能も上がってるのかもですね。知らんけど。見てわかるようにモザイクかけないとナンバー見えすぎるぐらいはっきりと映ってますので、事故の時の証拠としてしっかりと使えるかなと思います。ちなみに事故した時とか当て逃げにあった時は、ナンバープレートの一部だけしかわからん場合は、人身事故じゃない限り警察は全然やる気出してくれません。僕は過去に1年に3回当て逃げにあって、ナンバー全部わかってる時は警察行って翌日の早朝に犯人わかりましたが、ナンバーが少ししか映ってなかった時は 2,3 日捜査して警察からまだ見つかりませんねって電話あって、そこから一切の連絡なかったので、自腹で10万ぐらい払って修理しましたが、ナンバーが全部映ってることが一番大事ですね。次に白飛びの性能を検証するため、トンネルに出入りする映像をお見せします。こちらがフロント。これがリア。暗いところから明るいところに出たり、その逆の時も同じなんですが、いきなり明るくなると映像が全体的に白く飛んでしまって、1秒ぐらい何も撮れてなかったなんてことが昔のドラレコではありましたが、こちらのカメラは HDR 機能で白飛びを抑えて、ソニーのセンサーが搭載されているので、昔のドラレコなら暗すぎて何も見えない状態でも機械的に明るく撮影してくれて、綺麗に撮影できるようになっているので、こんな感じで綺麗に映ります。切り替わる瞬間のラグとか全然ないのが見えたかと思います。次にトンネルの中の映像がこちら。肉眼で見るよりも明るく映ってます。これはソニーのセンサースタービスが搭載されているおかげで、ここまで綺麗に撮影できています。ソニーのセンサーのおかげで暗いところの撮影能力が上がって、夜に撮影すると乗りやすい、ザラザラしたノイズも減って綺麗に撮影できるようになってますね。それではそれを踏まえて夜の映像を見ていきたいと思います。こちらがフロント。こちらがリア。どちらも普通にナンバー映ってますし、肉眼で見るよりも全体的に明るく映ってますね。あとはミラー型のモニターに映る映像も肉眼で見ているよりも、先ほど説明した機能のおかげで機械的に明るくなっているので、どこに車がいるかなど把握しやすいです。また後続車のヘッドライトが鏡のルームミラーの場合、反射して眩しいような状況でもデジタルミラー越しだとかなり光が抑えられて、モニターに映像として表示され、全く眩しくないのもいいかなと思います。これは HDR のおかげで明るすぎるヘッドライトの光を抑えてモニターに表示しているからですね。夜運転してると結構後続車のライト気になると思うので、それがなくなるだけで結構快適ですね。ハイビームで近づかれるとサイドミラーに反射して眩しいですが、ルームミラーの反射がない分かなり眩しさを抑えてくれますし、昔の鏡では必要であったレバー使って鏡の角度を変える作業もなくなりますね。ただしリアガラス上に貼り付けたカメラのレンズに直接ライトが当たると、フレアという光のもやみたいなのが映像に出てしまうんですが、これはソニーの50万円ぐらいする結構高いカメラでも出てしまうので、そこはカメラなので仕方ないかなと思いますね。ちなみに雨の夜の場合だとこうなります。これがフロント。こちらがリア。
HDR 機能のおかげで真後ろの車のナンバーが白飛びして何も見えない状態にはなってないですね。雨なのでちょっと晴れの日と比べるとリアガラスについた水滴のせいで後続車のライトがぼやける時は正直ありますが、ワイパーで拭けばある程度マシになって肝心なナンバープレートは近づけば綺麗に撮影できてますね。走行映像はこんな感じで、朝も夜も全体的にフロント 2K リア 1080p の HD 画質なんで、最近出始めた 4K800 万画素などと比べるとちょっと画質は落ちますが、ドラレコとしては十分綺麗に撮影できてると思います。ドラレコで撮影した映像はマイクロ SD に保存され、パソコンでも見えますし、専用のソフトをインストールすることでこういった感じでドラレコの映像とどこを走っていたかの確認ができます。またパソコンだけでなくドラレコ本体でもこんな感じで録画した映像が見れるようになっています。次に簡単な操作方法と便利な機能について紹介します。こちらのミラー型ドラレコは全てタッチパネルで操作する感じになってまして、物理的なボタンが一切ないです。昔のタッチパネルだと感度悪くて変なラグがあったんですが、こちらはスムーズなので全くラグとか気にならないですね。こういう感じで画面を指でスライドするとフロントとリアを切り替えたり2画面同時で表示できるようになっています。指で上下にスライドすると角度の調整もできます。タッチパネルの感度も見てわかるように普通のスマホと変わらないレベルですね。リアカメラの場合は先ほどの上下スライドに加えてズーム機能もついています。ズームすることでミラー型ドラレコの唯一の欠点である鏡のミラーとの見え方の違いをなくすことができますが、僕は一番広角の状態で使ってそれになれることをおすすめします。デジタルミラーを使い始めて3日ぐらいは正直鏡と感じが違うので後続車との距離感がつかみづらいとかありますが、慣れたら一切気にならなくなるので、早めに広角カメラの映像に慣れると今後のドライブがだいぶはかどるので、一番広角の状態で慣れてみてください。一番広角の場合だとサイドミラーでは映らない範囲まで見れるようになるので、普段の運転がめっちゃ快適になります。もしモニターが見えにくい方は最悪モニターをオフにすれば普通の鏡のように後ろが見えますので、いきなり故障してカメラの映像が映らなくて後ろが見えないため家まで運転できないなんてこともないので、安心して使えるようになってます。カメラの画質の設定や衝撃感知などの設定は画面をタップすると設定のアイコン出てくるので、それをタップ。そうすると設定画面が出てくるので、そこで設定してあげる感じですね。次に駐車監視機能について紹介すると、駐車監視機能をオンにするとエンジンを切ってから撮影が始まり、タイムラプスといって15分ぐらいの映像を1分ぐらいに短縮する撮影で SD カードの容量と消費電力を節約してより長い撮影が可能になっています。また衝撃を感知すると衝撃があったところから1分間タイムラプスではなく普通の動画として保存されまして、保存先のフォルダも普段とは別の衝撃感知用の特別なフォルダに保存されますので、後で映像を確認するときにどこで当てられたかの把握がしやすいと思います。またギアをリバースに入れたときにカメラの画角が自動的に一番下になり、駐車の時に便利なガイドも出てくるので、これが結構便利ですね。と、機能としてはこれぐらいで、ドラレコに必須の機能は全てついてる感じです。前に使ってた約7万円の上位モデルには、後続車が視界に入った時にモニターの両端が赤く光って音で警告してくれたり、FPS のチートみたいな感じで歩行者やバイクを検知するとそこを四角で囲って見やすくしてくれたり、結構安全運転に役立つ機能がついているので、もうちょっとプラスしても運転支援機能を充実させたい方は上位モデルを買うといいかもですね。最近の車だと車にそういった機能ついてると思いますが、一度そちらのモデルのレビュー動画も作ってありますので、今回のコスパ最強モデルと何が違うか動画を見ればわかりますので、概要欄に貼り付けておきますので、気になった方はぜひ参考にしてください。これまでの話をまとめると、MAX WIN が新たに発売した新モデル、上位モデルに比べると運転支援機能などはついてないけど、ドラレコに必須の機能は全部ついていて3万円台で購入可能。モニターの映像をズームできるので、鏡から切り替えたばかりで後続車との距離がつかみづらくても安心して使える。また駐車監視機能に必要なケーブルは初めからついてくるので別で買う必要がありません。車種専用のステーだけ別売りですが、専用ステーを使うことで車についている自動ブレーキ用のセンサーなどを回避して綺麗にミラー型ドラレコを取り付けできるようになるので、知らない人が見たらディーラーの純正オプションと思うぐらいのクオリティのミラー型ドラレコになっています。MAX WIN の上位モデルはいろいろな機能がついているのでその分高くなってますが、今回紹介したモデルは必要最低限でコスパ重視の方におすすめの純正交換タイプのミラー型ドラレコかなと思います。今回紹介した MAX WIN のミラー型ドラレコは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の人のレビューを読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると
下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは鈴木のスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とか淡路島か関西近郊ツーリングを予定しているので、ぜひ定期的になんかツーリングとかカート、サーキット走行会とか楽しめるイベントを企画しますので、メンバーシップの詳細も合わせてぜひ読んでもらえたらと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。